ネタがありません。皆さんこんばんは、あいです。前回のパートではこの後ろの、アレイちゃんのお家を作りました。はい、こんな感じで、可愛らしい癒しの空間ができました。で、冒頭にちらっと言いましたが、ネタがありません。というのももう結構、当初建築しようというか、この辺に村を作ろうみたいな、町を作ろうみたいな計画してたところが、結構ね埋まってきてまして、残すとこあと数話かなっていう感じです。で、サバイバルパートをね進めすぎてしまって、あとやってないのはウィザー討伐ぐらいかな。多分ちょっと困ったなって感じなんだけど、ちょっとね一つやりたいことがあって、それをやろうかなと。蔵がね結構いっぱいあるのと、あと馬鎧もねダイヤのやつとかまあいっぱい持ってて、このタイミングでって感じなんだけど、お馬さんをゲットして、ちょっと簡単な馬小屋みたいな感じのをちょっと前半は作っていこうかなと思います。っていうかね、サバイバルパートもう結構やり尽くしてるんで、もうここから数話はもう建築みたいな感じになるかと思います。だから今日は、前半馬小屋、後半も建築っていう感じでやっていきたいなと思います。じゃあちょっとお馬さん探していきますか。まあ今更ね探したところでエリトラがあるんで乗ることはあんまりないかもしれないけど、あ、そうそう。でね、アレイちゃんを、あれどこ行った？あ、いた。アレイちゃんをね、一匹だけ私についてくるように、ね、アメジストを持たせて。お、ちゃんとついてきてる。かわいすぎん。そう、こんな感じでアレイちゃんを連れてます。で、お馬さんが見当たりません。一応3匹ぐらい、3頭か。3頭ぐらい連れて帰ろうかなと思ってるんだけど、白いお馬さんがいいな、個人的に。あれお馬さんじゃない？あ、いた。白じゃないけど、ちょっと灰色っぽい感じ？でもかっこいいね、この色。お、来た。あ、永遠の親友となるだろう。あ、これまだ進捗やってなかったんだ。進捗達成。で、この子は、ちょっと微妙だね。足がそんなに速くない。普通ぐらいかな。ちょっとやっぱ速い子がいいから、この子乗って、別のお馬さん探すか。あれは？あれもお馬さん。で、この子速そう。あ、ちょっと速い。ジャンプは？ジャンプ低いね。ジャンプ低いわ。低いけど速いね。この子いいかも。よし、じゃあ1投目、この子に決定。よし、じゃあここで、お留守番。あれ？待って。アレイちゃんがいない。いた。ちゃんとついてこなきゃダメでしょ。アレイちゃん連れてくるべきじゃなかったな。どっかではぐれちゃいそう。待って。白いお馬さんいた。君は、気持ち早いぐらい。でも早いか。ちょっと早いかも。君ちょっと第一候補で。お、待って、この子早いんじゃない？この子もちょっと早いな。この子も結構いいかもね。ちょっといろいろ乗ってみたけど、いいと思ったの2頭を連れて帰ろう。この子と、この子を連れて帰ります。
おー、やっぱ白にさ、ダイヤモンドの馬鎧。めっちゃかっこよくない？かっこよ。よし、拠点まで戻ってこれた。オッケー。これで3頭だね。で、馬のさ、繁殖ってさ、どうやってするんだっけ？金人参？あれか、俵かな？俵？あ、俵じゃないかも。金人参か？これできる？あ、来た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 。生まれた、白い子。かわいい。待って、ちっちゃいのめっちゃかわいいんだけど。待って、やばい。かわいすぎる。この子育ったら足めっちゃ速いとかならないかな。じゃあちょっと、この子の成長を待ってる間に、馬小屋の方を作っていきますか。で、一応場所は、ここのスペースちょっと空いてるから、ちっちゃめのね、馬小屋を、3個作ろうかなと思ってます。それじゃあまず、柱から立てていきますか。で、使うブロックはざっとこんな感じ。頭皮とかオーク、あと桜とか花崗岩の塀とか、こんな感じです。まずは、頭皮の原木とオークの原木を混ぜた感じので、柱を立てていきます。深さは6マスかな？ 6 マス。で、頭皮の原木は、こんな感じで皮を剥いだやつ。で、間を1、2、3、4、5、5マス開けて、さらに柱を立てていきます。横は1、2、3、3マス開けて、ここも同じ高さかな？ 6 マス。で、さらに奥に、今度は1マス開けて、高さ5マス柱を立てます。で、そしたら、こっちとこっちの間のところは、頭皮の板材で埋めちゃいます。そして、まあこっち側が正面なんだけど、正面の一番上の部分を頭皮の板材と階段、トラップドアでこんな感じのアーチを作ります。で、この1個手前にもう1個はい、こんな感じでアーチを作って、まあ内側と外側のダブルアーチになるようにこんな感じで、手前の下の部分は頭皮の皮を剥いだ原木、多くの原木と階段を置いて、だいたいこんな感じかな。で、反対の上の部分も階段とトラップドアを使ってアーチを作っていきます。で、ここまでできたら一旦屋根の縁取りを作っていこうかな。で、縁取りはダークオークを使います。正面の方は、ハーフブロックとトラップドアを使って、トラップドア20、ハーフブロック、はい、こんな感じでちょっと段差ができる感じ、ジグザグした感じで、はい、横はこんな感じかな。ハーフブロックとかトラップドア、板材でこうちょっとね丸いアーチができる感じで、こんな感じの枠組みで、この反対側後ろの、屋根の縁も、前と同じようにトラップドアとハーフブロックを使ってちょっとデコボコさせた感じで、置いていきたいと思います。ここまでできたらあとは屋根だけだね。屋根は、桜の原木を使います。これは全部皮を剥ぎます。トラップドアでハーフブロック、ハーフブロックとトラップドア、桜の原木、
トラップドア、ハーフブロック、最後、原木。はい。屋根はこんな感じで完成。そしたらあとはここの下の部分だね。で、下の部分は馬が逃げないように、この空いてある部分に、飾り壺、花崗岩の塀、あとフェンス、オークの葉。で、さらにこの上に、ハーフブロックとトラップドアを置いていきます。で、正面部分には花崗岩の塀と、この2マス目、だから2マス目にフェンスゲート。で、トラップドアを置いて、で、最後、ランタンをつけてあげたら、はい、これで一応1つ目完成。まあ1つ目というか、あと2つも同じやつを作るんだけど、まあ、お馬さんをね、入れるだけなので、ちっちゃくてもいいかなということで、さあ、あと2つも、引き続き作っていきたいと思います。はい、これで一応完成です。で、一番初めに作ったやつをもう2つ左右に付け足して、こんな感じの馬小屋になりました。で、ちょっと気持ち、全部ね、同じ列で作ったら面白くないので、ちょっとね、ずらす感じ ?1 マスずつずれる感じで、上から見ると、こんな感じかな？ちょっと斜めになってる。で、内装の方にも、ちょこっと水飲むとこと、あと餌、ご飯食べるとこを付け足したりして、こんな感じになってます。で、大間さんね、もうこの中に入れちゃったんだけど、さっき、増えたちっちゃい子がもう大きくなりまして、この子ね、乗ってみたら、そんなに速くなかった。普通ぐらいだね。速い子と速い子を合わせてもそんなに変わらないということで、はい、こんな感じですね。でもなかなか可愛くない？いい感じにできたかなと思います。はい、それでは続きまして、次も一応建築していくんだけど、このネザーゲートね、前回も言ったと思うんだけど、今日はこのネザーゲートを、入れたというか、まあ、教会だね。教会を作ろうかなと思ってます。で、作る場所は、この今、元のね、村人の家がある、村の家があるこの場所。じゃあまずちょっと軽く整地と、村人の家の取り壊しからやっていきます。とりあえずこんな感じで、建物、村人の家取り壊して、整地しました。よし、それでは、今回はね、この今整地したここの場所に、教会を作っていきたいと思います。それでは建築スタート。今回使うメインブロックは砂岩とレンガ。外壁に砂岩、内壁にレンガって感じで混ぜ込みはなし。割とシンプルな作りになるかと思います。形は1段ずつ段になるようにブロックを置いて、外面も同じように作っていきます。横から見るとこんな感じ。階段でアーチを作り、教会っぽく十字架のデザイン、塀やハーフブロック、トラップドアを置いていきます。ここは正面部分、最初と同じで砂岩で壁を作ります。壁に穴を開けて内側にレンガ、装飾も同じで十字架っぽい感じ。真ん中は砂岩を上まで積み上げて塔みたいなものを作ります。一番上はレンガでとんがった屋根、てっぺんには塀を使って十字を作ります。
次は入り口。壁をくり抜いて階段でアーチ状。上のスペースが寂しいので、レンガの塀で十字を入れてみました。そして最後、城の外壁にバラ窓のようなものを作ります。レンガの素材で形を作って、この周りに階段などを使って小さな穴を開けたら完成。内装は途中まで作ってるので、この後仕上げの作業をやっていきます。それでは、完成お披露目。はい、ということで、こんな感じで、教会の外装の方が完成しました。で、細かい説明はさっきしてると思うので、省くんだけど、追加したものとして、ここの部分に窓を付け足しました。で、このちょうど反対側、こっちには入り口をね、つけました。で、なんでね、入り口をつけたのかというと、後々ね、ここの空いたスペースにちょっと作りたいものがあるので、入り口作った方がいいかなと思って、こっちにもね、入り口を作っておきました。で、あと、道もつけました。道もつけたというか、ハーフブロックをね、置いただけなんだけど、この教会に来るまでの道をね、こんな感じでつなげておきました。はい、そして内装はね、ちょっと途中までね、作ってみたんだけど、はい、こんな感じで、左右に柱を立てて、ここはアーチ状。で、天井部分も、アーチ状にしてみました。で、あとは葉っぱを置いたり、金床と、エンドロートを置いたりして、こんな感じのね、照明もつけてみました。で、今回のね、建物は教会ということで、この真ん中だけね、ちょっと、カーペット引いたりしてあるんだけど、あと椅子とかをね、付け足していきたいということで、ちょっと内装を、引き続き作っていきたいと思います。使うブロックは、ジャングルの、木材系かなで、椅子を作っていきます。後ろから2マスぐらい開けて、逆さ階段、ハーフブロック、逆さ階段。で、こんな感じのね、椅子を作った後に、トラップドアを真ん中と端に、こんな感じでつけて、で、背中部分に、トラップドアに向かって、看板を設置します。で、こんな感じの椅子かな。これを、1マス大きいぐらいに、ちょっと設置していこうかなと思います。こんな感じで計8個椅子を作りました。それでは、今回のね、仕上げとして、当初言ってたネザーゲートをね、作ろうということで、黒曜石を設置していきたいと思います。で、黒曜石は、こっちのね、内側に置く感じにしようかなと思ってるので、ちょっとね、大きめのゲートになるかな。はい、こんな感じで黒曜石を置いてみました。で、あとはね、着火するだけなんだけど、ちょっとその前に、こっちのね、この奥のスペースがちょっともったいないなということで、このドラゴンの卵とエンドラの頭、これをね、ここの奥に飾ろうかなということで、ナック黒曜石、これをこんな感じで置いて、真ん中にこれリスポーンアンカー。で、このリスポーンアンカーの上にエンドラの卵。で、左右に、こんな感じでドラゴンのね、頭を置いて、横に花床。で、あと葉っぱ。で、この、リスポーンアンカーに向かってグローストーンを
く達成した。人に、なんて読むの？なんとかなし。リスポーンアンカーを最大までチャージする。だって。ちょっとね、このリスポーンアンカー、なんか、安易に触ると爆発するやつなんで、ちょっとこれ以上触れないようにしたいと思います。OK、じゃあ、あとは、ネザーゲートを着火するだけ。それじゃあ、着火していきたいと思います。せーの。おー、いい感じじゃない？結構。これで一応、教会の内装の方も完成になります。で、このね、入り口の部分には、村人が間違えて入っちゃわないように、フェンスとフェンスゲートをね、こんな感じで設置してあります。まあ、砂岩と、レンガをね、基調としたいい感じの教会ができたんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日のパートはここまで。今日は前半はね、馬小屋を作ったのと、後半はこの後ろの、教会を作ってみました。まあ今日ね、この教会建てた場所が埋まったことによって、残りのね、建築できる場所も結構埋まってきたなという感じで、もう終盤の方がね、近いんですが、チャンネル登録とグッドボタンを押して、最後までね、応援してもらえたらなと思います。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。それでは、バイバーイ。